皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けでいきます。音声をですね、加藤一二三九段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私先手ですね。相手三段の方ですね。対局開始。じゃあ2六でね、ちょっと居飛車の将棋でいってみましょう。あ、3四歩でした。相手の方は棒銀が得意戦法ということなんですが、振り飛車模様ですね。ちょっと2五歩ついちゃいますか。角道を止めて、振り飛車のねを感じさせるスタートですが、ここからどうなるか。5四歩はちょっと早い手ですね。中飛車、居飛車でしたね。7八銀と上がって、私はじゃあそうですね、これは角を引いて、このね2筋の歩を交換する形で指してみましょう。で相手の方はそうですね、結構これは何て言うんですかね、古い形の善悪別にしてちょっと若干古い形のねかっこいいですね。どうしようかな、早囲いにしちゃうともらけ金上がりますか。古い形というのは近年はね、このなんていうんですか、角道を止めて、こういう形ね、角道を止めましてね、居飛車にするって格好の時に雁木にねすることが多いんですよね、雁木の形に。今回はどちらかというとこれもしかしたら銀冠ですかね。銀冠になりそうな。かっこいい菊水櫓でしたね。すいません、2点3点してしまいました。これ菊水櫓と呼ばれる格好ですね。さあここですよね。とりあえず今交換してさあっていうことないんですけど、ここでどうするかですね。一つは4五歩とね取って4四銀と出てくる。相手の方の狙いとして4五歩4四銀と出て7四歩7三角とね、角をこう今ね7三に出て飛車を狙ってくるっていうかね、菊水櫓の定番の形なんですよ。それをちょっとね、その対策を今考えようかなって感じですね。一つは例えば7四歩と突いた瞬間に自分が角出ちゃうっていう手が一つ。あとは4六歩とここ突いちゃってね、自分の方が突いて対抗しちゃう、このね4五歩と使わないようにするっていうのはもう一つですね。どうするのがいいかな。結構ね菊水櫓って指す人ね少ないんですけど有力なんですよね。あとはねここで強気に7五歩と突いちゃう手もありますね。7五歩と突いてこのねそもそも7四歩使わせないというめちゃめちゃ強気、鬼強気の手もありますね。いろいろありますね。どうするのがいいかな。一番無難は4六歩ですけどね。無難な手いってみます。4六歩ね。これは一番穏やかな手ですね。4五歩と使われないようにするという。ただねこう突いちゃうと4五歩と使われないんですけど、この後ですよね。この後もしかしたら8四角とか出てね、こう狙ってきた時に4六角と自分が出る手も消えてるので、逆にね相手も安心するっていうね、これ将棋で難しいあるところなんですけど、将棋の難しいところなんですけど、自分が安心するんですけど相手も安心するっていうね場合が考えられます。ですので例えばこれ8四角と出てくる可能性ありますね。7三角もあるんですけど、4六角ともねこちらも出てこないので、絶対出る角は今ないので、8四角とね上に出てきて6四から6五歩狙うという可能性もあります。なので今ね9四歩に本来はっていうか9六歩と受ける手もあるんですけど、受けるとねその8四角から6四歩の形が今来ましたね。これが早いのでこの攻めがね、だからちょっと、私の方もね一手早くね対応したんですよ。でも角出てきましたね、やっぱりね。で金上がってで6四歩だと思うんですよ。そうこの時にね6四4の角って出れないから、だからどうかなってちょっとちらっと言ったのはそういうことなんですよ。でここでね端を受けてないので、端受けてるとこで相手の番なので、例えば6五歩とか7三桂が来るんですけど、一応これでね先に攻めれる可能性、先に攻めれるんですよ。先に攻める可能性というか先に攻めれる格好になってるのが一応私の方のね主張です。具体的に言うと3五歩同歩4五歩とか、どうだろう、うまくいくかな。同歩で隠れて銀上がっていってみますかね。これね菊水櫓、これ櫓と違ってここに桂馬がいるのがポイントなんですけど、そのね桂頭を狙って攻めていきます。これで一応9六とついてないことで一応ね先にこう攻める格好になったと。さあただね菊水櫓っていうのはこう4五に桂馬を飛ばれないのがね一つポイントなので、形勢はね難しいです。3四歩と受けてくるか4四銀と上がってくるか、どちらもありますね。
まあ5五歩もね入れちゃう手もあるところでした、私の方としてもね。あとまあ3八飛車とか寄ってゆっくりさせてもあったところですね。これはまあ結構積極的にね攻めていったんですが、どうなるか。まあ相手の方もねここは分岐点で考えてますね。まあ、おとなしい手でしたね。まあこれで角をねどこに引くか、5七に引くのか2六に引くのか。そうですね、5七か5三角ないとねすぐ行ってもさすがに現状ではね無理のような感じなので、まあ、2六引いてみますか。これで3六銀と出てね攻めていくということです、私の方としてはね。そうですね、ぶつかって銀が上がって、さあどうですかね、これは何とも言えない感じですね。難しいです。やっぱりね菊水矢倉こう4五に桂馬を飛ばれた形、飛ばれにくいのがね特徴なので、私の方もね攻めにくいっちゃ攻めにくいです、結構ね。さあどうやってくるか。まあ6六取り込んで同金に6五歩と打って同金にもう角なってね、とりあえず馬を作ってくるっていうのは一つ考えられますね。そちらを選んでくるかな。飛車を回ってきました。これはね戦力をアップさせる手ですね。難しいとこです。まあこれは6を取ってもいいかな。角鳴らして指す、飛車回る。まあ6六取り込まれるとね一応2枚替えのような格好なので、まあちょっとね嫌なんですね。取るとただいや難しいですね。6二飛車いい手ですね。桂馬を飛ぶ、あるいは3四歩と合わせる。同歩同銀、取り込む同歩引くなる取る角なる。いやちょっと先のことまでね考えてますよ。飛車寄る、いや難しいですね。いや難しい。ここ攻めますか、3四歩とね。これが一応ねこの格好菊水矢倉の急所です。要するに桂馬の頭で4三の金が動けば5三角成となれるので、一番の急所を今攻めています。まあ攻め合いになりましたね、激しい。まあ今6五歩と取って3九角成に1八飛車とか、まあちょっとゆっくりさせても有力だったと思います。これ一番私の方もまあ許さじということでただこれ6六歩のね取り込みも鬼なので、さあどうかってことですね。まあ6六歩にはまあ金引いてこれはしょうがないです。もうここはね取ってしまうとやっぱ2枚替えはさすがにちょっときついので一回我慢です。まあここの部分的にね6筋めちゃめちゃ損なんですけど、ただこの3筋のここの部分ね系統の部分をあなたの方はどうやって受けますかということですね、私の方からするとね。ここはきつい。ここはもうね取り込み大損なんですけれども、もうこの3四歩と取り込んで同金5三角成で狙いをまあどう受けてきますかっていうことですね。まあどうこちらでしたね。まあこれで3六歩打つのかな。で3四歩ですとね同銀とですね、そうですね、歩打ってきて、さあこれでまた強気な感じでどうなるかですね。いやこれ一番相手の方も強気の受けです。歩打って歩なって同角、まあまあそうですね、歩打ちますか。3四銀という手もあるんですけどね。さあこれでどうか、そうですね、これで飛車取りになるのが相手の方のね一応狙いなんですが、同角で取って桂飛んでね、さてまあ歩打ちますか。この歩がね結構気持ちいい手なんですよね。同銀ですとそう金引くんですけど、かなり歪んでお互いにこれすごいね形が歪み合って、さあここでどうなるか。2四歩と打って同歩同銀がいいかな。歩打ってそれが一番いいかな。連打してくる。いや歩なると単に歩なるともあります。ただ同銀でそこでどうするか。歩打ってた方がきついかな。歩打ってきますか。さあ本当に激しくなってきましたね。これはもう菊水矢倉をもう上部からこうもう真正面にね潰しに行くということで、どうなってるか。そうですね、これでまあ銀をなって見てください。今銀がねスムーズに破って、こっちの方がね攻めとしてスムーズなんですよ。と金です。さあどうするか。叩くと金をかわす。4三金打ち込むと歩を取ってくるんですかね。何か綺麗な攻めがありそうですけどね。6三歩と打って7二銀と打ってきてもあるんですね、実は部分的にはね。あと2五桂と打つ手もありますね。まあめちゃめちゃ手が広いですね、ここも。銀を打つと金取って同金。あと何分？5分叩きが一番いいかよく見たら叩きですね。これ同飛車だと5二に銀打てますね。
これが一番いい手ですよく見たらね今。これで飛車がね横に逃げれば、この私の方の王様にの攻めが緩和されますし、同飛車ですと5二銀とここに銀打つ手がありますね。7二銀とってこっちになるようになってますけど、5二、そうですね、こうやると私の方の、王様がかなり緩和されたので攻めやすいですね。ただ歩がなくなったんでどう攻めるか。ただこれはちょっときつそうですね、相手の方ね。同金だと飛車成られちゃうし、同飛車だと3五桂と打つ手があるので、これはギリギリですけどね。歩の枚数が一歩でもね、今6三歩打てないと大変だったんですけど、6三歩が効いたのでちょっと攻めがパンチが入りね、同飛車だと今3五桂と打つ手がきつかったんですよ。ただこれはね飛車が成れるんで、これは大きな戦果ですね、飛車が成れるのは。さあこれはね止まらないですね。3二歩と3二金もあるけどどっちがいいかな。3二金同飛車4三竜だと4二金ですかね。なので3二歩の方がいいですか。同飛車だと金が取れます。これは筋入りましたね。玉寄ると歩が取れるんで食い止めきれない感じになりましたね、相手の方はね。これこう破ってたんでね、竜ができてもね追っ払えればね、自陣からこう追い払えればいいんですけど、こう侵入しちゃったんでこれはきついですよね。で王様早逃げ、一番ね粘りのある手ですけれども、香車を取るのがいいかな。難しいですね、ここも迷いますね。8三金とかこう挟撃する手もあるし、香車を取りますか。これで香車を取りながら下にね竜を利かせて、そうですね、これはね本当紙一重でした。結果的にはこう攻めがうまくいってるんですけど、途中はそうぶち込んできましたね。これはもう勝負ですけど、これはどうだろう。どうやるのがいいかな。6四桂がいいかな。はい、6四桂と打って、いろいろあるとこだと思います。ここにね銀打ち込み怖い手なんですけど、逆に言うと銀がこう七駒なのでいつでも取って攻めに使えるんですよね。だから例えばここで6三玉とかの時に6一竜と回る一間竜の形の時にね、ここに銀が落ちてると銀を取れるからで詰み筋になりそうなんですよね。で一番いい時に取ればいいので、例えば6四桂に同銀なら取らずに同角って普通に攻めていけばいいですし、玉が逃げれば銀を取るって感じで、両天秤にねかけれるということですね。慌てて取っちゃうとね、後から6四桂だと同銀って取られちゃう可能性があったんですけど、先にここで桂馬を打てば6三玉なら銀を取るし、そうですね、これだと銀を取ってで竜を回れば、これはね詰み筋ですね。大体詰みです。銀引くしかないですね。合駒だと7二銀で詰みなので、そうですね、これで5二銀と打ってあらかた詰みですね。で取ると王様逃げやすい、こっちに角出れるから詰んでそうですね、これはね。これで4四玉のルートを消しまして、6四玉ですと6二竜の詰みで、合駒したら6三金、そうですね中合いですけどこれも構わず取ってしまって、4に逃げられちゃうとね結構大変なんですけど、そうですね、これでこちら側が塞がったので、どちらもありますね。金を打った方が分かりやすいかな。6二竜でも詰みですけど、こっちを壁にして金を打てば詰みです。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。戦型がですね、相手の方がね角道止めた後に、近年はね雁木の形がすごく流行してるんですけど、強いてねこういう形するとちょっと旧型の、若干最近はね見ることが少なくなった囲いなんですけれども、X矢倉対矢倉というね戦いの構図になりました。中盤がね非常に難しかったですね。一手の違いで攻勢を取るかっていうところもすごく勝負のねポイントになったかなと思うんですけれども、定石等も含めまして、解説編の方で大盤を使って、皆様に解説していきますので、そちらの方の動画もねぜひご覧いただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。